皆さんこんにちは。そしてこんばんは。ケン山本でございます。今日は皆さんと膝痛のお話をしたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。皆さん、膝痛の人、日本人口でどれくらいいらっしゃるかご存知ですか？まずですね、知っておかなきゃいけないのは日本人の人口ですよね。ちょっと調べたところですね、2019年の人口調査によると1億2600万人ちょっといるそうです。これは世界で11番目の人口の数だそうですね。この中で変形性膝関節症という病名が付けられる、もしくはその予備軍である人の数を合わせると、なんとびっくりビビンバ3000万人。3000万人っていう数字は分かりやすく言うとですね、東京都と神奈川県と大阪府の人口を合わせると大体3000万人をちょっと超えるぐらいなんですよ。2015年の整形外科のサイトから引用してますので、ほぼ間違いないんじゃないかなっていうふうに思っております。さらにびっくりビビンバはですね、毎年90万人ずつですね、この変形性膝関節症が増えていってるっていうことなんですよ。これ90万人ってどういう数字か分かりますか？世田谷区の人口が大体90万人ですね。そして県で言うとですね、佐賀県だとか山梨県だとか福井県なんかに全然多い数字が90万人なんですよ。だからですね、山梨県とかの人口プラスアルファぐらいずつが毎年ですね、変形性膝関節症として増えてってるよってことなんですね。いやー、えぐいですよね。いやー、驚きました。そして変形性膝関節症以外にもですね、例えば成長痛のオスグッドシュラッター病だとか、もしくはスポーツ障害でね、膝の捻挫だとか、そういったこともありますので、変形性膝関節症だけで3000万、その他で、まだプラスアルファで症状がある人は増えていくっていうことなんですよね。一番多いですね、変形性膝関節症について調べてみました。3大原因っていうのがあって、年齢と肥満度と性別があるそうです。この3つをですね、ストーリーにすると、年齢とともに動かなくなってきて、その割に食べてしまって肥満になる。で、特に女性の人は食べてんのに動かないっていう傾向にあるということで、このストーリーがね、納得するなーって感じしますよね。年齢で言うと、やっぱり学生さんたちは体育の時間だとか、部活動だとか通学とかっていう時に結構歩きますよね。で、それに比べて社会人になっていくと車通勤だとか、なかなかですね、歩かなくなってくる人が多いんじゃないかなっていうのが考えられますよね。そして年齢がいけばいくほどですね、使えるお金が増えてうまいものを食べたりだとか、お酒飲んだりだとかして、その割に動かなくなっちゃいますよね。そんなことと関係あるんじゃないかなっていうふうに思います。そして女性なんです。問題は女性です。女性はですね、そもそも男性よりも筋肉量が少ないじゃないですか。筋肉が足りないと動こうとする活力が少なくなってくるとも言えるんですよ。だから年齢とともに動かなくなってくる。だから筋肉がなくなってきて、女性は特に動かなくなってくるので、変形性膝関節症になるよっていう可能性が高くなってくるらしいんですね。どれくらい男女差があるのかっていうのを調べました。変形性膝関節症はだいたい男女合わせると50歳以上がなる傾向にあるんですけども、女性は40代から徐々に増えていきます。60代の女性の4割、70代の7割、80代の8割が変形性膝関節症になってるんですよ。男性は80代で7割になるっていうので、なんていうかですね、年取ってくると変形性膝関節症にならない方がマイノリティっていうか、少数派だなっていうことが分かりますよね。どうやったら膝関節症にならないで済むのかっていう話をね、これからしていこうかなっていうふうに思っております。膝痛を知るためには膝の構造を知ってる方がいいじゃないですか。なので簡単に説明させてください。膝はですね、3つの骨から出来上がってるんですよ。大腿骨と言われる太ももの骨、それから脛骨と言われるすねの骨、そして膝蓋骨と呼ばれる膝のお皿ですよね。この3つが膝を構成しています。そして骨同士をくっつけているのが靭帯であり、関節包という関節を取り巻いている袋なんですね。これらが膝をですね、安定させています。さらにその外側から筋肉だとか、筋肉の端っこは腱と呼ばれるんですけども、腱とかがしっかり膝関節をサポートしてくれてるんですね。しかし
さっきの話を思い出してほしいんですが、年が取ってくるとどうしても運動不足になってきてしまいますよね。なので運動不足になると筋肉が弱ってくるってことなんですよね。そうするとですね、関節を守ってくれるのが靭帯と関節包だけになっちゃうんですよ。関節包っていうのは膜ですからね、実際に膝関節を守ってくれるっていうのは靭帯だけでしょうね。さあ、それで神奈川県のですね、理学療法大学の教授が言ってるんですが、だいたい60歳ぐらいになってくると膝の靭帯が緩んでくるっていう統計が出ているそうなんですよ。筋肉が弱ってきて靭帯がメインで関節を守ろうとしていると、やはりですね、長いことかけて靭帯が緩んできてしまうんでしょうね。靭帯だけに頼っていると、そういうふうにですね、変形性膝関節症になりやすくなっちゃうってことなんですよね。じゃあどうすればいいか。つまり筋トレなんですよ。筋トレっていうとですね、嫌がる人が多いんですけれども、でも変形性膝関節症になりたいか、もしくは筋トレをするかって言われたら、筋トレした方がいいっていうのは分かってますよね。筋トレ疲れるじゃん、筋トレめんどくさいよ、筋トレそれやったらさ、筋肉痛になって余計歩きたくなくなっちゃうよとか、いろいろですね、いいと分かってんのにやらない人だらけなんですよ、世の中は。有名な言葉でノーガッツノーグローリーって言葉ご存知ですか？これは勇気がないのに栄光はなしっていう言葉なんですよ。つまり栄光をつかむためには勇気ある一歩が必要だってことなんですよね。明るい将来、いつまでも自分の膝で生きていける、これは栄光という風に捉えてもいいんじゃないでしょうか。ぜひ膝を守るために運動と筋トレを強くお勧めいたします。膝を守るためにちょっと話聞いてみようかなっていう気になってきたでしょ。どれくらいの運動したらいいのかなっていうのを、アメリカのですね、国民健康栄養調査っていう調査があってですね、それでですね、10年前後のですね調査をして、導き出した法則があるので、皆さんに、発表したいと思います。4840人の対象で、平均年齢は 56.8 歳、 54% が女性で 36% が肥満の人でした。肥満っていうのは BMI という値があって、その値をもとに肥満を割り出しています。で、たくさん歩く人の特徴が出ています。まず若い、若いっていう人は活動的ですからね。それから肥満ではない、学歴が高い、これちょっと意外だったんですけども、飲酒者が多いって書いてますね。あと併存疾患、つまりですね、健康な人、健康に問題を感じていない人、こういう人たちがたくさん歩く人の特徴だっていうふうに出ております。なんと分かったのはですね、歩数が多い人ほど死亡リスクが減ったってことなんですよ。これ平均でですね 10.1 年の追跡調査ですからね。で、この調査中1165人が死亡したことをもとに分析したんだそうです。2000歩までの人っていうのは死亡リスクが高くなります。性別、年齢、人種別にグループ分けしても同様だったってことになっております。1日8000歩だとがんのリスクを 33% 回避でき、心疾患、心血管疾患を 51% も回避できたっていうふうにね、研究結果が出ているんですよ。すごいでしょ。8000歩ってどれぐらいかっていうとですね、僕は8000歩歩いてみました。そしたらですね、分かったことは、小田急線の4駅分歩いてもまだ足りなかったんですよ。結構な距離ですよね。成人のですね、一歩踏み出す歩幅がだいたい70センチと言われています、平均で。それで1キロを計算すると1429歩、だいたい平均で15分ぐらいっていう風にされております。で、簡単に略すと1万歩はおよそ7キロで、1時間40分歩くとだいたいですね1万歩ということになるそうなんですよ。成人で80分歩くとだいたい8000歩になるそうなんですよ。80分8000歩、皆さんなかなかの数字ですよね。会社行くのにですね、途中下車して歩いて会社に行き、そして帰りもその駅まで歩いて帰る、そして電車に乗って帰るみたいな感じでやっていけば、不可能な数字ではないんじゃないかなとも思いたいですけれども、どうでしょう皆さん。続いてメディカルではどういう風な考え方をしているのかなっていうのを気になってですね、順天堂大学病院のホームページを調べてみました。そしたらですね、このように書いています。変形性膝関節症の初期は歩行は OK でも階段で痛い、正座ができないということから始まります。そして進行していくと
横脚が進んで平地を歩いていても膝が痛くなってくるそうなんです。日常生活に支障をきたすくらいになるとかなり変形性膝関節症が進んでいるという分類になるようですね。今日のお話を聞いてどうだったでしょうか。やっぱり歩こうかなと思った人もいるかもしれないし、やっぱり面倒だよとか、雨が降った日はどうすんだよとかっていう人もいるかもしれません。でもよかったらですね、今日のお話をですね、脳の片隅にどっかに置いといてほしいなっていうふうに思います。なぜならば60歳以上になると変形性膝関節症の人がやたら多くなり、膝が痛くなっちゃって旅行を楽しめないだとか、自分の足でね立って歩くことができなくなってきたりだとか、正座ができないだとか、いろんな障害が出てくる可能性があるってことなんですよ。そのためには人体だけに頼らないように筋肉、腱を鍛えてですね、そして一生ですね、自分の膝で楽しい生活を送っていただきたいなというふうに考えます。そもそも80分8000歩も歩けたら膝痛じゃねえだろうっていうツッコミがあるかもしれません。アメリカの調査持ってきて、アメリカの飯食ってんだから人種がどうのこうの言う前に膝痛になりやすいに決まってんだろうっていうツッコミもあるかもしれません。このくっそ忙しいのに80分8000歩も歩いてられるかっていう人もいるかもしれません。そういったね、元気のいいコメントをですね残していってほしいなっていうふうに思います。あとポジティブなコメントもぜひですねお願いしたいところです。もし皆さんのコメントが前向きであれば、これをですねシリーズ化してどうやったら予防できるのか、どうやったらすでに痛い人は良くなることができるのかっていう話もねしていきたいなというふうに思いますし、ちょっとだけ専門知識の方からですね分かりやすく論文を解説してみたいなっていうふうにも思いますし、自分の体験や患者さんがどういうふうにして良くなっていったよっていうのもね知っていただきたいなっていうふうに思います。僕はですね腰痛治療の専門家なんですが、実は膝の痛みを治さなければ腰痛が治らないパターンがね幾例もあったんですよ。それで僕は膝を徹底的に研究しました。そしてアメリカの医学部に行って教授たちにアドバイスをいっぱいもらってきました。そんなお話もですねよかったらこのシリーズで聞いてほしいなっていうふうに思います。ケンヤマモトが膝痛についてお話しいたしました。ぜひ皆さんにシェアしてください。それではまた。